はい、始まりました。今夜も私たちのレイトナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。はい。この番組は日本語を勉強している皆さんと一緒に日本の友達同士のリアルな会話や最近の流行を深夜の電話みたいにゆるっと共有する番組です。私たち、みさきと、のぞみなお届けします。ねえ、のぞみ、最近は食にハマってるんだけど、急にどうしたの？この前日本食のレストランに行ったんだよね。定食を頼んだら、なんかいっぱい小皿が出てきて、わかる。ご飯に汁物にいろんなおかずがわーって。そう、なんかすごくバランスが良さそうで、実際食べた後、体が軽いというか、なんか健康になった気がして。それは気のせいじゃないかもよ。和食って栄養バランスが科学的にも証明されてるんだよね。マジで？なんで和食ってそんなに体にいいの？実はね、その答えって一汁三菜にあるんだよ。一汁三菜？そう、一汁三菜。今日はこれについて話していこうか。うん、聞きたい聞きたい。じゃあまず言葉の意味から。一汁三菜の汁って汁物のことね。お味噌汁とかお吸い物とか。なるほど。汁は液体の食べ物か。そう。で、三菜の菜はおかずのこと。三は三つ。だからおかずが三つあるってこと。一つの汁物と三つのおかず。それにご飯が加わるの。だから正確にはご飯、汁物、おかず三品。これが一汁三菜。ご飯は別にカウントしてるんだね。ご飯ってそんなに大事なの？和食ではご飯が真ん中にあるというか、ご飯ありきで他の料理を考えるんだよ。なるほど。ご飯に合うおかずを三つ、汁物を一つ、みたいなイメージ？そう、まさに。で、その3つのおかずにも実は役割があって。え、おかずにも役割があるの？そう。主菜、副菜、副副菜って分かれてるんだよね。副菜、副副菜？なんか呪文みたい。ちょっと難しそうに聞こえるけど、簡単に言うと、メインのおかず、サブのおかず、もう一つのサブって感じ。ああ、メインとサブか。それならわかりやすい。じゃあ次に一汁三菜の歴史も軽く話しておこうか。いつ頃から始まったの？実はね、鎌倉時代。今から約800年前。800年？めちゃくちゃ古いじゃん。そう、お寺で修行するお坊さんが食べてた精進料理が元になってるって言われてるんだよね。精進料理？肉や魚を使わない植物だけを使った料理のこと。健康で無駄がない料理ね。その考え方が広まっていって、お坊さんが広めたんだ。なんかかっこいいな。で、江戸時代になったら普通の人たちにも広まっていったんだよね。どうして急に広まったの？江戸時代って文化がすごく発展した時代で、食文化も豊かになって一汁三菜が普通の食事の形として定着していったんだよね。800年かけて今も続いてるってことか。すごい。そしてさらに明治以降は西洋の食文化も入ってきたんだけど、それでも和食の基本として残り続けてるんだよ。時代が変わっても変わらないものってなんかいいね。ここで和食の調理法もちょっと話しておきたいんだけど、調理法？一汁三菜って実は3つのおかずに違う調理法を使うのが理想なんだよ。へえ、わざと違う調理法にするの？そう。代表的な調理法はね、焼き、煮る、蒸す、揚げる、和える、この5つ。あえる？どういう意味？材料に調理料やソースを混ぜること。例えばほうれん草をごまで和えたり。ああ、サラダに近い感じ？そうそう。それぞれに例を挙げると、焼きは魚の塩焼き、煮るは肉じゃがとか煮物、蒸すは茶碗蒸し、揚げるは天ぷら。全部美味しそう。で、一汁三菜では、例えば主菜が焼き魚なら副菜は煮物、副副菜は和え物みたいに。同じ調理法が重ならないようにするんだ。そう。それで味のバリエーションも出るし、栄養のバランスも取れるんだよね。揚げ物ばかりとか煮物ばかりとかにならないように。なるほど。理にかなってる。なんか和食って深いな。そしてね、その深さが世間にも認められてるんだよ。どういうこと？和食って2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されたんだよね。ユネスコ？それって世界遺産とは違うの？ちょっと違って、無形文化遺産は建物とか土地じゃなくて、文化や習慣、技術みたいな形のないものを守るための制度なんだよ。へえ。じゃあ和食って文化として認められたってこと？そう。
食べ物そのものじゃなくて、食事の作り方とか食べ方とか、季節を大切にする考え方とか、そういうトータルが評価されたんだって。じゃあ、ちゃんと一汁三菜でご飯を食べるっていう文化もその一部なの？まさに、自然を尊重するとか、栄養バランスを意識するとか、一汁三菜の考え方がベースにあるよね。なんか毎日のご飯なのにすごく大事なものを守ってきたんだなって感じ。日本人もあまり意識しないんだけどね。でも世界から見たらそれがすごいってなるんだよね。確かに日本に住んでいると当たり前すぎて気づかないかもな。でね、一汁三菜って実は現代でもちゃんと実践できるんだよ。でも毎回3品作るって大変じゃない？そう思うよね。でも厳密に3品手作りしなくてもいいんだよ。例えばコンビニでお弁当に加えてサラダ、お味噌汁、これで一汁三菜に近い形になる。コンビニで一汁三菜できるの？できる。完璧じゃなくても汁物といろんな種類のおかずを組み合わせるっていう考え方を持つだけでもすごく違うんだよ。なるほど。全部手作りじゃなくていいんだ。それにね、定食屋さんとか日本食レストランってだいたい一汁三菜の形になってることが多いんだよ。言われてみれば、ご飯、お味噌汁、焼き魚、小鉢が2つみたいな。そう。だから外食の時もちゃんと一汁三菜を食べようと思ったら定食を選ぶのが一番手っ取り早いんだよね。確かに定食ってなんか健康そうっていうイメージあったけど、ちゃんと理由があったんだ。じゃあ実際に日本食レストランに行った時、どんなことを意識したらいいかをまとめておくね。聞きたい。まずメニューを見た時、定食を探してみて。だいたい一汁三菜のバランスになってるから。定食を選ぶ。了解。次に汁物がついているかチェック。ついてなければ別に追加してみるといいかも。お味噌汁を追加するってこと？そう。そしておかずの種類を見てみて。焼き物、煮物、サラダとかいろんな調理法が混ざってたらいいバランスの一汁三菜になってるよ。調理法が重なってないか確認するんだね。全部揚げ物だったらちょっと偏ってるかもね。確かに天ぷら定食に揚げ出し豆腐は揚げ物が多すぎるかも。そういうこと。レストランで食べるとき、そういう目線で見てみると料理の見方が変わってくるよ。なんか一汁三菜を知ってると料理をもっと楽しめそじゃあ今日のまとめをしておこっか。今日のテーマは一汁三菜。一つの汁物と三つのおかず。それにご飯が加わった和食の基本の形。お坊さんの食事が元になってるんだよね。そう。江戸時代に庶民に広まって今もちゃんと生き続けてる。調理法も焼く、煮る、蒸す、揚げる、和えるをバランスよく使うのが理想。そして2013年にユネスコの無形文化遺産にも登録されたんだよね。現代でもコンビニや外食で意識できるっていうのもなんか身近でよかった。そうだよね。完璧な一汁三菜を目指すんじゃなくてバランスを意識するっていう考え方が大事なのかもね。今度日本食レストランに行くとき絶対に意識してみる。ぜひぜひ。ということでリスナーの皆さんにも聞いてみたいんだけど、あなたが好きな和食のおかずは何ですか？主菜でも副菜でも何でも。コメントで教えてください。和食レストランのおすすめも大歓迎です。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。